こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 縛りプレイ始めるぜ。前回は、ヘッケラーが最強でした。やたら強かったな、あのヘッケラー。そして今回は前後編の、後編シナリオです。戦艦に格納して気力を下げたので、気力が下がってるのはエレ様だけですね。エレ様だけはどうにもできない。ということで今回のインターミッション結果だぜ。あっさりめですね。そんなにやることがなかった。そしてあっさりなんてもんじゃないシナリオ前回は、エレ様は見事に気力50スタートです。それでも精神コマンドが優秀だし、何より精神ポイントの分経験値入るから出撃したぜ。まあこのステージに戦艦の出番はないでしょう。さあ道に迷った挙句ようやく到着したサイバスターです。まさきは特別な技能もないので使用可能だぜ。オリジナル系にはスーパー系とかリアル系とかって概念つけにくいところではあるけどな。まあ今回の縛りでは、魔装機神系は全員 OK とさせてもらうぜ。ちなみに今のサイバスターはサイフラッシュが使えない状態です。完結編の開始時に細かいことは説明しようと思うが、サイフラッシュは禁止にする予定です。あれ使えると、あれ使うだけで勝てちゃったりするからね。まあサイフラッシュなんてなくてもサイバスターは強いということを見せてやるぜ。何より、その運動性。素で130というイカれた数値。そして攻撃力。まるでコンバトラー並みの火力を持つコスモノバ。そしてパイロット性能。宇宙適性が B なのは気になるが、この縛りでは見たこともないような回避数値。どれをとっても一級品。もはやチートまである。ちょっとだけ気になるのは、射撃値より格闘値の方が高いということか。このゲームにはランブの太刀はないし、アカシックバスターもまだサイバード突撃がない頃なので射撃属性。結果、ディスカッターにしか影響がないという。不分言われる原因の一つだな。ポゼッション派よ。サイフィスさん、早く。やられた。無改造、強化パーツなしでグライアの命中率 6% ですって。まるで、夢を見ているよう。このステージには、ゲストの新しい機体が出ているな。レストレールと、グラシブリだな。レストレールは純粋に無難に強いって機体。グラシブリは長射程、高命中率のマスドライバーキャノンが怖い機体だな。マスドライバーキャノンは驚異の命中補正プラス 45% とかある謎武装だからな。ニュータイプでも 0% にならず、たまに被弾して落とされる、なんていうことが多発した機体だぜ。弾が2発しかないのが救いだな。ちなみに私はこいつにトラウマを持っているのか、ドリュー、という言葉が名前についてるやつが苦手でな。ドリューズを最初から好きになれなかった経緯がある。剣立てでタコられたからって急にドリューズに飛び火するのやめさて、ここにはエネルギータンクが3つもあるので、ここを陣取って戦っていきたいな。邪魔するんなら落とすよ。この程度で落ちろ。そんな簡単にやられるものか。これが九段のマスドライバーキャノンです。ダバだと 75% もありましたね。これを避けろっていうのは、この縛りでは無理な話だな。
ゼータガンダムの火力が高すぎて溶けました。ほんといい火力。エネルギータンクに乗っているので、毎ターンエネルギーも回復するからハイメが打ち放題状態だぜ。このステージは両端から敵が襲ってくるから、ここでまとめて相手をしよう。前回ジャブローで散々苦戦を強いられたマクトミンさんと、若本さんな緑霊さんです。今回のマクトミンはあんなことになってないので、前回みたいな苦労はしないはず。沈め。あいて。やってくれんじゃねえかよ。さっさとやられちまいな。何？押されている。どうですかこの火力。無改造状態でフル改造ゼータのハイメガと同威力、さすがだぜ。その代わりエネルギー消費が大きいのと、気力が必要な武装ってことは、注意が必要だぜ。させるか。バーガー、もっとよく狙いな。行けハイファミリア。まだまだ勝負はこれからよ。ハイファミリアは射程も長く、威力も高い優秀な武装だぜ。ただし、弾数が8発しかなく、サイバスターはこれ以外にまともな長射程攻撃がないので、撃ちすぎて弾を切らすと、反撃不能状態が続くから注意だな。さらに注意点は、この武装はファンネル系統よろしく切り払いができるので、ちゃんと踏み込まないと悲惨なことになるぞ。右の方がひどい渋滞になってますね。マップ兵器撃ちたい。まあでも、敵は増援で気力が上がってなくて、こっちは十分に上がってるから、問題はないでしょうね。前回散々苦労したアトールも、乗ってるのがポセイダル兵ってだけで安心するわ。親衛隊兵とポセイダル兵の安心感の違い、スパロボ FRR。沈め。そんな腕で私を狙おうって笑わせるよ。逃がさないからね。貴様。13人衆1かわいそうな人物なのではないかと思う、緑霊さん。出番が少なくてあんまり記憶に残ってない。この縛り初めて思ったことがあるんだけどさ、敵の切り払いとかシールド防御が目立つけど、味方も大概発動してるよな。本的には発動させないで避けるをするゲームだからな。リアル系でこんなバンバン敵の攻撃食らうのなんてこの動画ぐらいだろ。あと、ビームコートとかを発動させると盾が出ないから、ニューガンダムとかはなおさら見たことない原因かもな。くらえアーカシックバスター。
ごめんねマクトミンさん。あなたの戦闘、どこにあったのかわからなくて全部カットしたわ。この間散々見たからもういいって人もいるだろうしいいだろう。だってマクトミンだし。まあマクトミンだしな。なんか下から近づいてるのは見えてたけど。射程内に入ってましたか。いややっべえなこれ。63% にかけるか、防御で2455耐えるのにかけるか。気力差を信じて防御を選択するぜ。しまったエルライム。あーだばー。悲しく散るエルガイムであった。さりげなくこの縛りで、自爆以外の初犠牲者ではないだろうか。ターンで撤退するから大丈夫やろうとか思ってたらこれですよ。いけアカシックバスター。まさきさん最初レベル低かったけど結構上がってきましたね。まあボスクラスに体倒してるしな。残りの敵は数少ないんだけど、あの奥にいるあれが怖くて、多分今ターンの敵フェーズで撤退だと思うんだけど、違ったら泣くぞ。助かった。この状況は旗色悪いのだろうか。まあ自分以外ほぼやられてるって考えたら、普通に考えたら旗色悪いどころじゃないわな。なお、現実。ライブゲイオス一体でロンドベルは全滅する。理不尽すぎるぜ。落ちなさい。やられた。というより今まで正規軍ボロボロにも程がある。南極事変とか、色々ありましたね。詳しいことが知りたい人はオリジェネをやりましょう。ということで、ラバがやられたもののクリアだぜ。そしてサイバスターという強すぎる味方を入手しました。次回以降は、少しは楽になるかな。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。みんなチャンネル登録ありがとうだぜ。Twitter なんかもやってるからフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次回。